16、仏教が魂を信じないなら、どうして繰り返し生まれることを信じることができますか？魂とは対照的に、仏教は死後に伝わる一種の精神的認知状態を信じています。仏教は精神的能力を不自然な形で増幅させ、私たちの周りの物質的な現実さえも変える余地を精神的能力に与えます。精神的に集中するだけで、人は自分の運命、未来、さらには世界の未来さえも思い通りに変えることができます。あなたが座って精神的に富を獲得することに集中すると、この富はあなたの元にやってきます。この狂った哲学に基づいて、引き寄せの法則として知られるものが登場しました。引き寄せの法則とは、自分の周囲の宇宙から望むものの波動に意識を集中させることで自分の波動を調整し、それがあなたの元にやってくることを意味します。あなたが宇宙に欲しいものを尋ねると、宇宙はあなたの要求を叶えてくれます。この奇妙なナンセンスは仏教に起源を持ち、残念ながら、引き寄せの法則の名の下に世界中の様々な哲学に広がっています。実験科学には、引き寄せの法則と呼ばれるこのバカバカしいものは存在しません。疑似科学を暴くことを専門とする研究者、マイケル・シャーマーが、この不条理を嘆く長い論文を雑誌、サイエンティフィック・アメリカンに書いただけで十分です。引き寄せの法則を提唱し、その提唱者たちを深く悼みます。もっと理解してください。クレイジーな人のために。不思議なのは、引き寄せの法則は科学的な問題であり、この主題は物理学の影響を受けると主張して、引き寄せの法則を宣伝する人がいることです。これは、私たちがこれまでに聞いた最大の欺瞞の一つです。振動の制御は、人間があらゆる時代を通じて知ってきたすべての物理法則とは何の関係もありません。実際、物理学では常に引力の法則とは正反対のことが説明されています。物理学では、物質が振動するとき、物体の質量と弾性に依存する特定の周波数に従ってのみ振動することができ、それ以外の方法で振動を増減させることはできません。物質の質量の変化などの物理法則に従っています。物質によって行われるこれらの振動には引力の性質が全くありません。仏教が想定しているような振動による引力などというものは存在せず、これは物理的なインチキ行為です。実際、絶対0度における物質の運動エネルギーは0に等しいため、絶対0度における物質は一切振動しません。したがって、人が何かを引きつけることができると仮定するのは誤った仮定です。人体には、何かを引きつけることができるほどの質量は全くないからです。さらに驚くべきことは、人の全体の電荷は中性であるため、何も引き寄せたり反発したりしないことです。つまり、引き寄せの法則と呼ばれるインチキは、純粋な科学的な嘘であり、最高レベルのナンセンスです。振動も引力の性質を持たず、エネルギーも引力の性質を持たず、人の質量も引力の性質を持たせません。さらに、人の電荷は中性であるため、人は引きつけたりすることはありません。撃退する。仏教が想定しているように、意図、思考、感情の焦点が物質世界に影響を与えるという事実については、これもサタンの精神の改ざんによって隠者たちの幻覚や幻想の一部となっています。私たちの周囲の世界に対する意図と感情的集中の効果について、有名なコーネル大学の科学者が実験を行ったところ、物質的な変化をもたらすための意図、思考、感情的集中の関係についての実験が行われましたが、この考えは純粋な幻想であることが判明しました。科学雑誌、ライフサイエンスは、引き寄せの法則を大衆文化に広く普及している疑似科学の一つとして分類しました。面白いのは、実験的に証明も反駁もできないにもかかわらず、それを法則と呼ぶことであり、法則の柱や条件など科学的には何の関係もありませんが、一般の人が理解するには科学用語が必要です。それらはあなたが名付けた名前に過ぎません。あなたとあなたの先祖たち。アッターは彼らに何の権威も与えませんでした。彼らはただ疑惑と魂の望むものに従っているだけです。スーーラとアルナジム。17エネルギー地位科学は仏教とどのように関連していますか？仏教、特に大乗仏教は、人間が速やかに救いを得ることができるように、多くの象徴、動き、儀式、
実践を導入しました。そして、仏教の哲学に従って生命全体が創造されました。エネルギーヒーリングスクールが登場しました。そして、宝石を使ったトリートメント、そしてカラーセラピー、そして幾何学模様を使ったトリートメント。これらの流派はすべて、仏教の瞑想者が自分の体に取り入れたい宇宙エネルギーの存在という考えに基づいており、宇宙エネルギーを取り入れるためにこれらのシンボル、形、色を使い始めます。エネルギー療法を主張して偶像が出現し、非仏教徒の間でも広まりましたが、これらはすべて神が明らかにしていない幻想であり、嘘です。驚くべきことは、仏教哲学におけるエネルギー療法には、扱われるこのエネルギーについて、物理的な定義が全くないということです。それは、電磁エネルギーでも、重力エネルギーでも、物理学における他のエネルギー概念でもありません。それは、仏教徒のための宗教用語です。テストまたはテストできる物質的な科学的なものの説明ではなく、それを食べることや扱うこと。したがって、非物理的エネルギーは、微妙な非物理的エネルギーと呼ばれます。宇宙エネルギーは、自化学として分類されています。エネルギーセラピー、カラーセラピー、宝石セラピー、振り子によるセラピー、幾何学模様によるセラピーなどの科学には科学的な存在はなく、瞑想セッション中にヒンドゥー教の修行者の心に飛び込んできた想像上の空想です。ヒンズー教が逸脱し、その後仏教徒によって引き継がれる前の古代ヒンズー教の本が、神以外への執着が多神教につながると述べていたのは奇妙なことです。神々、そして先祖を崇拝する者は先祖を獲得し、悪魔を崇拝する者は悪魔を獲得し、そして何を崇拝する者は、彼らは私を見つけます。これらのお守りによって神以外のものに執着する人は、神以外の崇拝者です。ベーダによれば、彼の運命は永遠に地獄であり、アリーガルベーダには、神の代わりに被造物を崇拝する者は闇に沈み、何年も地獄の苦しみを味わうことになる、と書かれています。私たちの主、栄光あれ、と仰せられました。むしろ、すべてのことは神のものである。31スーラとアルラード。残念ながら、ヒンズー教徒は書物に残された真実から逸脱しており、それに応じて仏教徒も逸脱しました。